安全なおとりの待機場所選手権のターン。始まりました。安全なおとりのための待機場所の性能を競う安全なおとり待機場所選手権。Windows 10統合版会場よりお送りしております。皆様には早速デモンストレーションをご覧いただきましょう。その中央には木の柵で囲われた村人が待機。第1ウェーブがスタート。15体のピリジャーが一斉におとりの村人へ襲いかかります。早くも矢が当たった。さらに連続ヒット。村人が宙に浮くように飛び上がって第2ウェーブを待たずして終了です。それでは競技のルールを説明いたします。舞台は襲撃スタジアム。難易度はノーマル。スタジアム中央に待機した村人を日に飢えた略奪者ピリジャーから守りながら罠へと誘い込むこの競技。四方から集まる通路の先には様々な位置に配置されたカーペットで普通の床に偽装されたマグマブロック。この場所へピリジャーを誘導しつつボウランの攻撃から村人を守る。したがって待機場所が無防備ならば攻撃の餌食になりやすく、防御を固めすぎても誘導できずにおとりの役割を果たさないという矛盾に挑戦するのがこの競技の趣旨となります。競技は4つのウェーブから構成され、1ウェーブにつき15体のピリジャーが来襲。すべてのピリジャーを殲滅させると次のウェーブへと進み、4ウェーブ終了までのタイムを競います。村人は中央 5×5 ブロックのエリアならば自由に移動させることが可能。高さの制限はありません。村人が攻撃を受けるたびにプラス5秒のペナルティが加算され、当然村人が天に召されればその時点で失格。ポーションなどによる村人へのバフ、回復行為など本来のステータスを向上させる行為も禁止されております。ピリジャーに関しては移動は全て自主性に任せる形となり、水流やトロッコなどでの誘導はできません。罠以外でダメージを与えることは禁止されていますので、ディスペンサーで矢を放つ、溶岩を流し込むなどはもちろんのこと、モブによる攻撃も不可能なため、モブの配置も禁止となります。つまり、いかに守りつつ誘導をさせるのかが、この競技のポイントになります。エントリーナンバー1、駒回され。駒をかたどった一見無防備に思える待機場所。しかし、内部にはぐるぐると回り続けるトロッコが。村人を高速に移動させることで、ピリジャーに的を絞らせない煽り系の待機場所です。今、第1ウェーブがスタート。トロッコは矢が当たると破壊されてしまいますので、村人以上に防御が重要になります。中央フリーダムゾーンのピリジャーもトロッコに合わせてぐるぐる的を絞らせない作戦が功を奏しております。続いて第2ウェーブが開始。生存状況やダメージの確認のためカメラは常に村人とスクリーンを捉えた状態を心がけております。もたつきも見受けられますがご了承ください。若干の戻りが見受けられましたがここまで順調。第3ウェーブがスタート。村人の移動によりピリジャーの視界からのロストを軽減、壁をなくし攻撃も避ける、まさに一石二鳥、理想的な待機場所と言えるのではないでしょうか。次々と倒れるピリジャーたち。手前の一人がもたついたでしょうか。無傷のまま最終ウェーブ。戻りによる若干のタイムロスもありますが、駒の形も相まって矢が村人に届く気配がありません。ここで画面右側のピリジャーに迷いが出た様子。最後のピリジャーもここでオラブツ。見事ノーペナルティでの競技終了となりました。ただいまの記録1分20秒24。最初から好成績が出たのではないでしょうか。腕を組んだ村人の姿が何とも勇ましい。エントリーナンバー2、水壺村人。ソウルサンドと水による水流でモグラ叩きのモグラのように顔を出したり引っ込めたり、ターゲットが上下に移動することで視認性と防御を両立。こちらも煽り系の待機場所になります。第1ウェーブがスタート。水流による上下移動のランダム要素が吉と出るか凶と出るか。ピリジャーに的を絞らせないのは先ほど同様。こちらは
動きが小さい分、隠れることで防御重視でしょうか。難なく第2ウェーブ。ピリジャーが構えたボウガンもどこかリズミカル。しかし中央奥のピリジャーが村人を見失った様子。この細かいロスの積み重ねがタイムに大きく影響します。壺上部のトラップドアによる返しも効果的。ここで第3ウェーブが開始。この辺りで先ほどの遅れを挽回したい。若干の戻りが目立ちますでしょうか。これは大幅なタイムロス。それでもここまでダメージを受けずに進行しております。そして運命の最終ウェーブ。これも煽り上下運動の効果でしょうか。出だしの好調さを最後まで維持したい。ここで左上のピリジャーの位置に問題発生か。このレーンのみ他よりも高さが一段増している影響でしょうか。ここは戻りによってうまく回避しました。ここで競技が終了。こちらもノーペナルティでクリア。お見事です。ただいまの記録1分31秒24。やはり若干のロストの影響でしょうか。先ほどのタイムには及びませんでした。それでも素晴らしい結果と言わざるを得ません。ただし水を使用しておりますのでネザーには不向きです。エントリーナンバー3逆ウィリアム・テル。リンゴ型のおとり待機場所。リンゴを見たら矢で入りたくなる心理を利用した巧妙な作品です。雲の糸とカーペットで葉っぱを再現。制作者の類人猿最強コビタンさんにお話を伺います。こちらの待機場所の特徴をお聞かせください。一見すると無防備な待機場所に見えますが、実は村人の足元がチェストになっております。ブロックには微妙に高さが違うものがありまして、ピリジャーが感知するギリギリの高さと、ボウガンを構えた角度を考慮した結果、この計算された見た目も美しい最強の待機場所が完成しました。村人を移動させる煽り系と違い、堂々と挑んでやる。そんな意気込みが伝わってまいります。第1ウェーブがスタート。村人によってよりリンゴ感が増した待機場所。早速画面左下のピリジャーがそっぽを向いております。これは出だしから雲行きが怪しくなってまいりました。なぜ自分は巨大なリンゴに矢を放っているのか、自問自答を繰り返していることでしょう。おっと、これはフェイント。これは大幅なタイムロス。入念なイメージトレーニングでありましょうか。満を持して突撃。一旦戻った。ここでようやく第2ウェーブがスタート。今度はどうやら大丈夫そうだ。若干の戻りは見受けられますが、今度は画面右下がそっぽ状態だ。いや違います。右上です。微動だにしていません。ここで華麗にターン。ゆっくり進んで第3ウェーブがスタート。タイムロスはあるものの計算された設計もあり、かなりの防御性能を誇るようです。ここで一斉に戻り出した。返す刀で3連続ヒット。追い打ちをかける。すでにここまで5発が命中。最後の1人が6発目を当てた。なんとか最終ウェーブを迎えました。村人の体力も風前の灯火。ここで力尽きた。残念無念。この競技初の失格となってしまいました。制作者の類人猿最強コビタンさんも呆然自失といった表情。ピリジャーの攻撃は3、村人の体力は20ということで、7回もの攻撃を受けたことになります。かなり粘りはしましたが、残念ながら失格です。それでは競技の結果です。エントリーナンバー1、コマ回され。タイム1分20秒24。エントリーナンバー2、水壺村人。タイム1分31秒24。
エントリーナンバー3、逆ウィリアム・テル。失格。以上の結果となりました。この記録を上回る待機場所は現れるのでありましょうか？新たなチャレンジャーをお待ちしております。ご視聴ありがとうございます。最強。チャンネル登録と動画への評価もよろしくお願いしますね。類人猿最強こびたん。